次はなんだか大きな樽の場所に連れてきていただきました。はい、ここが木桶の蔵ですね。でここに15本、向こうに15本と計30本ぐらいの木桶があって、そこに先ほどの麹を仕込んでいく形ですね。私どもはもう三つ星醤油という醤油ワンラインでやらせていただいていて、はい、その醤油っていうのは約2年かかります。はい、で麹作りをして、でそれをこの木桶に入れて同時に塩水を入れるんですね。はい、で塩水を入れて、そこから2夏越すと一人前の醤油になると。30本の木桶ということは、10本は今年仕込んでいる桶で、10本は1年寝てる桶、で10本は2年寝てお客様に出せる桶と、こういうふうになってます。なるほど。じゃあ年間10本ずつしか出荷ができないっていうことなんですね。そうですね。はい。だから分かりやすく言えば10月生まれ、11月生まれ、12月生まれみたいな形で、少しずつ麹を入れていって、塩水を入れていって、次といく形ですね。ただやってて、通常であれば10月生まれ、11月生まれ、12月生まれってそのまま成長して、10月生まれから出荷、11月生まれが次っていう風になりそうですけど、本当に自然の麹作りっていうのは本当に面白くて、時として12月生まれの桶の方が育っていくこともあるんですね。なるほど、先に。でもうその出来が良かった出来が悪かったっていうのが何が原因だったのかっていうのを考えてもなかなかちょっと難しいところがあって、例えば木桶との相性とか、7回麹入れますから、7回の麹の状態によっても違いますし、とはいえ麹はいい状態のものを作ればいいものができると思ってるんですけど、なかなか難しい。すごい。でももう全部手作業で作られて、さっきのところで麹が育ってきて、満タンに入っていた麹を7回入れてようやく1本分。そうですね。すごいお仕事ですね。ありがたい。この木桶というのも、結局木桶は乾燥することが一番その雑菌の繁殖をしてしまうのが怖いことなんですね。で先ほど30本木桶がありますと言いましたけれども、それが百何十年と続いてこれたのは、30本を絞ってお客様がお買い求めいただいて、そしてまた仕込むことができる、この連続してこの量を仕込むことができているから30本保つことができてるんです。つまり、自分は作業してやってますけれども、その裏側にはお客様というか、ファミリーみたいな方々に支えていただいて、今の三つ星醤油だったり堀替っていうものがあると思っているので、これからも粛々と自分のいいと思うものを作っていきたいと思ってるんです。いや、もうこの全部のお醤油に野村さんの手が入ってらっしゃるっていうのは本当安心感が半端ないですね。というかお客さんによっては、お客様のお子さんが醤油のこと野村さんって呼んでるとか感じがあってちょっと野村さん取ってとか言ってそんな方もいらっしゃるぐらい。でもそのお客様に逆に教えていただいたのは、やっぱり食卓に唯一ある調味料じゃないですか。調味料他にあっても直接かけることはないから、醤油は卓上に置いてありますよね。ありますね。だから家族の食卓の中心にあるものだから、だからやっぱり安心して家族が召し上がっていただけるものとか、そうやって安心して野村さんって言っていただけるっていうのは、すごく僕にとっても嬉しいことだなと思っていて、こういうところにこの微細な飛び散った酵母菌が付着したりとかして、でずっと続いてきてるということで、この木桶一本一本が三つ星醤油の味を醸してくれてるというか、味わいを出してくれているということですね。醸してる感じめっちゃ出てます。上に上がらせていただきました。野村さん、色が全然違いますね。そうですね。仕込んだ時期によって、発酵の度合いが違うので、やっぱり薄いのが若くて、そうです。濃いのが熟成が深いですね。今度は野村さん、こちらでは何が行われるんでしょうか。木桶で2夏寝かした状態で、もろみという状態に麹菌がなります。でもろみというのは絞る前の状態のことをもろみっていうんですけど、ここはまさしく絞るところです。でこれのことを船と呼んでいて、船で絞るから船絞りって言います。
で何をするかというと、はい、ここにもろみを持ってきて、はい、でこの狐と狸という昔のものを使いながらここでもろみをすくってこう入れると、はい、でそしてこれでジョロジョロっとしながら、はい、これは袋ですけれども、はい、片っぽだけ開いてるんですね、はい、でここにもろみがドロドロと入っていって、はい、これを折り込んで、はい、ここに寝かせていくんですね。で今はまあちょっとこの塊が降りてるんで中が見れないんですけど、はい、船上げの作業の時には下が10列、はい、上8段だから80枚のこれをここに置いて、はい、で初めの半日ぐらいは自然の重さで液体が降りていくと。なるほど、はい、で自分の重さでも絞りきれなくなった段階でこの、上の塊がですね降りていって、はい、この圧で絞ると。でこれが船絞りという構造なんですね。で今の例えば日本酒の業界の絞り方メインで言えば矢蓋式といってこの横で絞る形が多いんですけれども、はい、その前のやり方っていうのがこの船絞りっていう形ですね。でここで2日間ぐらいぎゅっと少しずつもろみを絞って液体だけを抽出すると。でその出てきたものを生揚げと言います。はい、皆さんが認識している生の醤油っていう状態ですね。生醤油のことを生揚げって言ったらいいっていう認識ですか？正確には、はい、生醤油とか生醤油っていう言葉は正確にはないんです。はい、醸造のプロは生揚げと言います。生揚げ。はい。皆さん覚えましたね。生揚げでございます。それを少しずつ絞っていって、はい、その空いたスペースにまた麹を入れて寝かせていってこの繰り返しですね、ずっと。なるほど。じゃあ休んでる樽は一つとしてないわけですね。まあそうですね。空いて少し余裕がある時ありますけれども、余裕がないといけませんので、1本ぐらい余裕がある形で入れていってまた抜いていって、はい、だからどこかの工程でストップしてしまうと全工程がストップしてしまうので、はい、それがちょっと悩みの種なんですね。で我々のものづくりは一連ここまで見ていただきましたけれども、はい、どこかの工程を、例えば機械化したりとか、はい、いくつか例えば窯を増やしたりとかしても、はい、結局窯を増やしても麹室は1つしかないし木桶はこれだけしかないしっていう、手作業でやるマックスの量というのが今の現状ですね。はい、野村さん、また最初のこちらの窯の前に戻ってまいりました。はい、でこちらで最終工程の醤油の火入れをします。はい、で先ほど船で揚げた生揚げですね、はい、生の醤油の状態のものをこの窯に入れて薪で火入れをします。でこれは生の醤油というのは、はい、中に酵母菌がそのまままだ生きてますので、はい、どうしても温度の変化とか光の照射とか、はい、振動とかそういったことによって麹菌自体が表面に、出てきたりとか、夏の自分とかだとその菌自体が結合して三膜酵母っていう膜を張ったりとかしてしまうんですね。でそういう風になってしまうとどうしても味わい香りそういったものが落ちてしまいますので、その中の酵母菌の生育を止めてあげると、そのためにここで火入れをしています。野村さん、今日は本当にいつも入れないところに特別に入れていただき、しかもいろいろ教えていただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。僕が理想とする醤油というのは出過ぎない醤油。